はい、金坊主でございます。今日はですね、EasyBlocks、こちらのキントンのサービス、ちょっと触ってみようかなと思います。もともとこの製品はね、めちゃくちゃ気にはなってまして、キントンのカスタマイズ、JavaScript、CSS やるか、もしくは、そういう連携系のサービスを使うか、で、またプラグインか、いろいろあるかなと思うんですけれども、プラグイン、めちゃくちゃ楽。設定ポンポンポンとしたらできるんだけれども、プラグインの辛いところは、そっから先に自分でカスタマイズができないと。もちろん、やろうと思ったらやれるけれども、基本的にはカスタマイズしない前提の、もうそのある機能の部分でやっていく。で、連携サービス系とかは結構アップデートがあってですね、いろいろとこうやれたりするところはあるけれども、金額が高かったりするっていう部分もあったりする。よし悪しはあるけれども、ざっくりとプラグインは簡単だよね。高機能にしたかったら連携サービスだよね。でも、もっちゃこうオリジナルのカスタマイズしたかったら JavaScript、CSS 使うよねというようなくくりなんですけど、この EasyBlocks っていうのは、いや、連携サービスなんだけれどもプラグインみたいな感じ。どういうことかというと、ミニプラグインっていうのがあって、そのもうすでにプラグイン化されているものをセットする。テンプレートされたカスタマイズを使う。そのテンプレートされたカスタマイズをカスタムすることもできる。でさらに自分でプラグインを作ることもできる。でここには書いてないんですけれども、ここの下に、このミニプラグイン1から作成と、ここに入れてもいいんじゃないかなと思うんですけども、JavaScript も使える。すごいなと。で料金が、ベーシック、スタンダード、プロ、エンタープライズ。で、ミニプラグインはもう無制限。なんで、テンプレートされているプラグインは無制限。で、520線とあるんですけれども、この520線が僕は作れるプラグインの数かなと思ったら違うんですね。アプリ数。なんで、5つのアプリにはカスタマイズを加えたプラグインというか、カスタマイズを加えたものを入れることができますよ。20入れることができますよ。1000アプリまで入れることができますよというところなので、だからワイドコースじゃなくてスタンダードコースであれば、すべてのアプリにカスタマイズ、ミニプラグインって言い方してますけど、カスタマイズ入れることができますよというふうになってます。ってことでね、触ってみましょう。で、ログインすると、キントーンというよりは、キントーン以外の、ブラウザーの画面でログインするとこんな画面になって、どのアプリに入れに行くんやというところが見れるようになっています。じゃあよくあるパターンでいくと年齢かなと思うので、じゃあまずミニプラグイン使ってみようと思います。やりたいことは、生年月日入れると、年齢が自動的に出てくるようなことをしたい。なので、顧客リストを選んでミニプラグインを追加。ここで年齢計算ですね。これを追加したいよと。で、設定項目として、誕生日が生年月日、出力フィールドが年齢、で今回はもう触ってる日時でいいので、基準日がないので、これで設定を変更して変更保存します。で、キントーンへ配信。で、これでプラグインというか、プラグインっぽいカスタムされた内容が飛んでいく。なので、実際はこの JavaScript の設定のところにカスタマイズが入るようになっています。じゃあ、はい。年齢が入りました。ね。年齢が入るようになりました。もう簡単ですよね。そういうミニプラグインみたいなものが、今は123、123、123、123、12個ですね。12個できる。有料でもあるし、無料のところでもあるようなプラグインの、よくよくあるようなプラグインが、ここにセットされている。これだけ使うっていうのも一応できる。ただ、それだけだとね、値段的にちょっともったいないのかなという部分があります。このサービスの強みというところは、さらにそこを編集しに行くことができると。なので、今はですね、先ほど触ってたら、ここの年齢を変更しちゃうことができると。後で変えれるけれども、変わるけれども変更されちゃうと。なんで、変更できないようにしようかなと思いますので、まずここをね、編集します。同期が解除されますよということで解除されました。するとですね、こんな感じで組まれてるんですね。こういう感じで、どっちかって言ったら、子供のそのプログラミング教室のスクラッチみたいな感じで組まれてるかなと思います。こちらですね。年齢を編集できない非活性にすると。後でもいいかな。こんな感じにしてみましょうかね。はい。これで値を書き換えてセットした後にフィールドの年齢を非活性化すると。で、もう一回キントーンに配信する。で、ここを
変更できなくなってますよね。こんな感じで、プラグインとしてはあるんだけれども、そのプラグインに対して、あとちょっとなんか機能追加したいなみたいな時は、これができる。解説のページ見てみると、公式ミニプラグインをアレンジすると。プラグイン使ってみるの続きで、プラグインそのまま EasyBlocks でKintoneに拡張すると。ミニプラグインそのまま使うでもいいけれども、そこにプラス何かしたいなっていう場合にアレンジすることもできる。基本的にはこの流れなのかなと思ってたんですけど、ここでですね、プラグインの新規作成っていうのがあって、これでもゼロから、さっきみたいにカチャ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 組んでいく、ちょっとなんかこう中級、上級者向けのところかなと思いますが、そんなこともできるそうです。なので今回はボタンをクリックしたら文字が出てくるみたいなところを紹介されているので、それを作ってみようかなと思います。プラグインの雰囲気もここでいろいろとね、設定で変えるようなことができるそうです。アップロードもできる感じですね。で今回はボタンを押したら文字を表示する的な感じなので、ボタン配置。こんだけを1、2、3、4、5を組んでいく。で、一覧画面を表示したときにメニューのボタンを表示します。で、そのボタンでモーダルを表示で内容を文字列。こんな感じにしていく。この辺もなんかね、ちょっと直感的に変更できて面白いですね。で、このプロパティっていうのは、Kintoneのところじゃなくて、この後で設定するものがあるので、オプションでプロパティ、ここですね。ここで文字列1行。で、プロパティ名をテキストにしときます。で、プロパティコードもテキスト。はい、OK。ここで出てくるので、はい、こんな感じで設定をやって、変更保存して、Kintoneに配信します。さて、詳細画面には出てないですけれども、一覧画面に行くと出てきます。ボタンを押すと、いや、キンボーズだよというようなことが見えるかなと思う。こういう感じで、ミニプラグインにはないカスタマイズをすることができる。で、どんなことができるかって見てると、この基本ブロックを全部開けていきますとね、もし実行そうじゃなかったら、みたいな実行のところであったり、なんとかではないとか、あとはテストで true の場合はとか、こんな感じで組み合わすことができる。で数字。これ例えば数字がなんとかではなかったりとかってしたかったら、この値ではなかったりとか、みたいなこともできますし、平方根絶対値とか、結構ね、このあたりとか、あとね、関数のところとかもね、いろいろできましたね。そのリスト作成とかもできる、ものを作っていくようなことができるようになっていくと。で、消すときはシャカシャカシャっていうところがあるので、結構面白くね、いろいろできますし、パソコンかどうか判定とか、読み込み中がとか、こうやってダイアログを表示する事項が、こういう感じで、形がね、決まってるので、その方式に、それに合わせてですね、はめていくと、設定がしやすくなっているというような形になっています。いろいろね、喋って触ってみていろいろ思うのが、面白い。確かに面白い。まだね、やっぱコンテンツが少ない。なんで今から始めようと思った時に、例えば、ダイアログを表示するっていうのがあった時、じゃあなんかこの辺でなんか右クリックとか押して、この使い方が今こういう感じで、こういうような感じで一応ね、表示はしてくれるんですよ。追加画面を表示した時とか、例えば、値変更ブロックでこんな感じでって、こういう風にやるんですよ。もし何とかやったらでこうやるんですよって出てくるけれども、できれば、このブロックに対して、このブロックで何かしたいなと思ってるんです。で、ここで、このブロックに対してのヘルプまでにワンクリックで飛んでくれるといいなと思うんですね。じゃあ、例えば、ダイアログを表示するっていうやつがあれば、このダイアログを表示する、なんかそのやってみたいなと思うけれども、どういうふうに使うんだろう、ヘルプでここを押したら、もうダイアログを表示するが出てきてて、それに対しての設定の仕方とか、こういうような設定してますよ、みたいな情報までつながると、もうちょっと触ってる側としては、イメージ湧くかなと。カスタマイズ脳の方っていうか、カスタマイズ前提でいろいろやってる方は、多分カチャカチャカチャって組めると思うんですけど、ミニプラグインをちょっとカスタマイズしたいなと思ってる方とかであれば、そういうようなこのコンテンツがやっぱし欲しいなというところはありますね。あとは動画コンテンツとかもあるといいのかなと思います。先ほどのあったヘルプでこんな風にできますよっていう
のがありますけれども、実際にこっからどういうふうに動かしてるかみたいなところが見えるといいのかなと思うので、そのあたりのコンテンツが出てくると、ものすごく使いやすくて、イメージ湧いて、よし、じゃあ一遍使ってみようかなっていう人も増えてくるかなと思いますが、今の感じやと、まだちょっと簡単そうに見えて、意外とむずいよねっていう、カチカチ入るんやけれども、意外とまだまだちょっと難しいから、まずせめてこれに対してどんなことができるんだろうみたいなコンテンツのつながりみたいなものが見えてくると、もちろんね、もうやってはると思うんですけど、そういうものが見えてくるといいのかなっていう部分。支援してほしいよねっていうところも出てくるかなと思うと、そういうサポートは、おそらくこちら、そもそもがね、この筋トレっていう筋トレのアプリ開発のサポート、業務改善しますよと言ってはる筋トレっていうのをね、やってはるところが今回出してはるというところがあるので、伴走支援はね、してくれはるんじゃないかなと思います。ミニプラグインをいっぱい入れておいたら、各部署でも使えるようになるだろうし、あとは公開済みのミニプラグインとか、みんなのミニプラグイン、金込みみたいですけれども、こんなプラグインできたぜみたいなプラグインを見れるようにしていくってことをしようとしてはるんかなと思うと、盛り上がれば盛り上がるほど、いろんなパターンのミニプラグインがいっぱい出てきて、それを気軽に料金内で使えるってなってくると、夢広がるなぁとは思うので、今後もですね、このあたりの情報をチェックしていって、いろいろと見ていこうかなと思いますが、今回は EasyBlocks というところで、今もリリースされましたので、気になる方はですね、概要欄から、お試し申し込みできますので、よいしょ。まずは、このね、無料のデモっていうところ行ってもらって、お試ししてもらって、触ってもらって、で、実際に契約ってなってくると、その使うアプリの範囲によって料金変わってくるかなというところがありますので、ぜひともチェックしてもらえたらなと思います。僕ももうちょっと勉強しようと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.